んにちは、アイジーです。さあ、というわけで始まりました、やたらと美味しいと評判の焼き鳥屋さんの焼き鳥を食べて舌鼓を打ってみようのコーナーでございます。今日は不動前駅から徒歩1分のところにございます朝引き鳥炭火焼き鳥ボタンさんにお邪魔しておりまして、ここの焼き鳥がとにかく美味しいらしいんです。今店員さんが僕に向かって顎を投げてきましたが、見てくれてるんですね。ありがとうございます。焼き鳥の6種盛り、ごまレバー、ポテトサラ、ステーキがここがおすすめ。焼き鳥6種盛り合わせ、ごまレバー皿、本日のポテトサラダ、醤油かすの熟成鶏胸肉ステーキハーフ。これに関してはメニュー名が長すぎてびっくりしたんですけども、最後にステーキ入ってきちゃいましたからね。これでにっこりしちゃいますよね。これ食べとけばこの店大丈夫だと。間違いないです。堪能できる。じゃあこれいきます。わー、これレバーですね。そうです。もう美味しそう。さあひっくり返すファンの方お待たせしましたこれですね。あー来た。あららららら、お待たせしました。こちら自然栽培のマカロニのごぼうポテトサラダになってます。ポテトサラダでこんな結構なんかマウンテン的な盛り方するんですね。そうです。いいですね。はい。そびえ立つポテトサラダです。いや美味しそう。いただきます。これは確かにお店の名物になるよ。あー、こってりで後半スパイシー。前半ポテトのまったりした甘みが感じられて、後半スパイシーがめっちゃ追いかけてくる。あんま飲まないけどビール進むやつだ。おいしい。僕みたいにあんまりお酒を飲まない人にとってはご飯すら進ませるくらいのサラダっていうことになりますよね。こちらが6種盛りの、ささみハツ砂肝レバーです。あららららららら。どうですか。見るからにですね、シンプルだけど美味しそうな。そうです。でもなんか大きいですね。大きいです。そして失礼します。こちらごまレバーでございます。自家製の塩だれと、あとはごま油とニンニクと生姜のおろしがかかってます。レバーだけでこんなお料理作ってもらえたんですね。まずはこちらからいただいていきましょう。ささみです。テカってますね。いただきます。ささみとは思えないほど最初表面がプリッとして、その後柔らかくほぐれていきます。ささみでプリフは初めてだ。ハツいきましょう。ハツの表面の中異常に美味しそう。全部してみましょうか。ほらどうなってんのこれ。弾力があるくせに柔らかいで、お肉の旨みが出てくる感じ。これはうまいわ。砂肝さんも特に装飾してるわけでもないのにすごいきらびやかなイメージ。これは近所にあったらそれは通うよ。コリギュっていう感じで、もう噛んだ時に溢れ出てくるうまみ。これがもうずーっとエンドレスでこれを繰り返したいやつだ。このお皿の鶏はレバーさんですね。ちょっと焼き鳥で鶏っていうのはちょっとややこしくなりますが、レバーさんも大きいゴロゴロよ。クリームだ。これクリームの食感だよ。デザート的な食感じゃ。もうこれ食べてすぐこうやってもうゴロゴロのもの食べてゴロゴロしたくなっちゃうやつだ。美味しい。ごまレバー皿もいってみましょうかね。なんかいろいろレバーさんに乗っかってますよね。でもレバーが美味しいこと分かってるから、でこれをこんな感じでつけつつ、これが面白い。美味しい。そんで普段さらっとシンプルな服装の人にこういう感じのドレスも似合うんじゃないって着せた時のそれがめっちゃ似合ってドキドキしちゃったみたいな。6種盛りのこちらが最後のぼんじりと皮になります。来ましたね。プルプル系が来ましたね。ここに来て僕の好きなレバーも異常に美味しいですね。これもクリームじゃないですか、ほとんど。これ朝だからってことですか。そうです。朝だから新鮮な感じ。新鮮でもうめちゃくちゃ美味しいんですね。全然違います。いや美味しい。さっきの串もそうだけど嫌な臭みがレバーに全くないのよ。さすがにこの辺の薬味はレバーにこんだけのアクセサリーつけることないですもんね。やみつき。何これ、ちょっと新世界見ちゃった感じしたね今ね。鶏胸肉の醤油かす漬けステーキでございます。醤油のかす、醤油を絞ったかすをつけて2週間熟成させて。2週間。うまみがもう出まくってるということですね。これもこれで半端じゃないですね。綺麗に並んでます。もうみんないい子です。このぼやけてるところからちょっと引いてピントがっていく感じ。
夜景と一緒だもんね。では鶏皮から前半ちょっとパリパリ、その後すぐにプリプリ、2段階食感を楽しめるやつですね。甘いタレも最高ですね。これもね、ぼん汁の方もタレにこう絡めまして、美味しいよね。それはね、香ばしいよね。これもプリッとした食感の上にジューシーさがかかってくるんですよ。その合わせ技にやられちゃいますね。チキンステーキさんも行ってみましょうかね。やっぱこう見ると断面素敵ですよね。ツートンカラーというかね。これも柔らかくて美味しい。全体を通して当たり前なんですけども、パサパサとかボソボソっていう食感からもかけ離れてますね。これ味に関しましてはちょっと濃いめのハムみたいなニュアンスもあるんですけれども、それだけでは終わらない、なんかもう上品さとか、なんか濃厚熟成感ですとか、なんか愛しさですとか切なさとか、重厚感もありますね。大人っぽい。ごちそうさまでした。結構な量があったと思うんですけれども、美味しかったんでバーッと食べちゃいましたね。そんなわけでチキンとお会計して帰りましょう。